ドリームランナーチャンネル。はい、皆様こんにちは。ドリームランナーチャンネルのお時間でございます。今日はですね、ヤマハ、そしてスズキ、ホンダ、森脇さん、いろんなオートバイレースの中心を、本当にまさに渡り歩いてきた、暁の超特急こと宋利光さんを取り上げたいと思います。宋利光さんのね、今日ね、ライブハウス、お持ちなんですけれども、こちら埼玉県の川口市、オートレース場の真ん前にあるんでね、もし興味のある方があったり、ライブがやりたいなんていう方が、一度宋さんと連絡取っていただければと思います。宋さん、ざっくりなんですけど、本当にざっくりなんですけど、ご紹介すると、まず60年代、チーム北野という、モトクロスのチームに入っておりました。でそこで、二輪デビューっていうんですかね、レースデビューをします。そして72年、ヤマハ、スポーツライダースというチームで、ロードレースに転向。そして73年、これがまたすごいことに鈴木ですね。現在の鈴木さんとの、開発テスト及びレースを、やっていくということになって契約します。そして77年、オーストラリア GP で鈴木さんでなんと優勝ということになってまして、で、この頃78年、森脇さんですね。マフラーとかレース8体でも有名な森脇さん、吉村さんからの独立っていう部分から、おおむねですね、正確にはちょっとなんとも年代微妙なところがあるんですけど、78年頃から森脇さんの方で活動を開始してます。そして、80年ぐらいになると今度は本田さんですね。本田さんのモーターレクリエーション推進本部。本田さんのおられた部署なんですけど、こちらで、モータースポーツの、推進という形を、お仕事として、実際 NS500 でレースをするという形で、もう本当に、なんていうんでしょう、多岐にわたって日本のバイク業界を盛り上げてきた、進めてきた、そして引っ張ってたっていう形の、方です。宋利光さん、これからお会いしますので、中に一緒に入りましょう。では、期待してください。はい、じゃあ、宋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。なんか急なお願いで申し訳ないです。とんでもないです。どうも。宋さん、実は私どもで先日YouTube いろいろと何本も撮ってるんですけど、見させていただきました。ありがとうございます。もうとても素晴らしい。いや。もう不安になりました。ありがとうございます。ちゃんとチャンネル登録お願いします。もうやっております。ありがとうございます。それでその時に渡辺信義さん、ホンダでね、エンジン設計を頑張ってくれた方なんですけど、あの方がもうプロジェクトリーダーでエンジンを組み上げて、でその辺のマシンの前でコレクションホールで撮影してきたんですけど、そのいわゆる設計開発に携わられた渡辺さんの逆に何でしょう、つながりで、のり屋さん、宋利光さんということでちょっと今日お話を伺いたいなと思うんですけど、まずこれいつ頃？そうですね、私がホンダに本社の方の契約に入ったのが80年だと思いますね。それで、NS から NSR という形で市販される前のマシンですかね、500を、乗ったのが82年だと思います。そうすると、自分の方で、いただいている情報では、81年頃開発スタート、で、81年後半から82年前半ぐらいで初めてデビュー、っていうことはデビュー直後から煮詰めていく最中ですよね。そうですね。まだNS が初めて出た時にはもうフロントが16インチという、そのちょっと突飛しもないって言いますかね。あの頃ちょうど流行っていくつかの会社出てましたよね。でもね、乗り手からしますと、やはり70年代ずっとですね、やっぱり18インチで、慣れてきてますから、
いきなり16インチでリアが18という、要するにそのマシンの、方向性っていうんですかね、操縦した時の、その乗り方が全然違うということがありましたね。ちょうど宋さんが乗られた82年というと、もうアルミフレームですよね。アルミフレームですね。なんか当初はもともと鉄フレームでね、スタートしたっていうので、そうですね。先ほど渡辺さんにもちょっと聞いたんですよ。でこれ鉄フレームで実際どれぐらいの間なんですかって言ったら、ごく短期間だと思いますね。ですから鉄フレームは私全然やっぱり見てないですか。携わってないんですけども、そうですか。もうアルミになってからですね。なんか鉄フレームっていうのは、結局渡辺さんからお聞きした話なんですけど、もう切った貼ったっていうんですかね、例えばこうネックの角度を変えたり、あとはリアのショックのね、角度を変えたり、そういうディメンションを変えることがアルミだと難しいじゃないですか。やっぱり一回曲げちゃうとね、弱かったりする。なんかそれを防ぐ意味でまず鉄で出そうと。そうですね。やっぱり要するにフレームの骨格を決めるにはまず最初は鉄ですよね。鉄ですよね。だから多分なんかのインターネットのページにも書いてあったんですけど、当初はもう作りやすい鉄フレームでいって、でアルミの世界観っていうのはあながちね、違った話でもないのかなっていう感じはちょっとしますよね。そうですね。でも実際乗ってみていかがだったですか。ですね、もう正直先ほどもお話ししましたけど、びっくりしましたね。とにかく私は70年代ずっと乗ってきましたけども、18インチの18インチってフロントリアですね。フロントリアですね。そしてコーナリングなんかでもやはりなんていう肩から、要するに力で寝かし込んでいくという、そういう時代だったんですよね。いわゆる格闘ですよね。そうですね。体で寝かし込んでいくという形ですね。で16インチに乗った時にコーナーでそういう乗り方をすると、フロントがスターンと中に切り込んじゃうんですよ。いわゆるのはよいしょのパターンでスコーンと入るっていう感じ。そうなんです。でだから多分ですね、日本のライダーたちはみんな最初手間だったと思います。500には。とにかく切り込むっていうことが初めての経験ですよね。経験なんですね、体で。でその切り込むのをどういうふうにして対処するかっていうことで、私も正直言ってもかなり悩んで、それで乗ってたのがフレディ・スペンサー、それで彼はダート上がりということで、リアブレーキのすごくうまいコントロールができるライダー、なおかつクラッチ、ミートがすごく微妙な走り方をする、そういう乗り方でやはりコーナーに入っていく時には、リア荷重、リアブレーキをうまく使って、そして重心を真ん中に持っていくような方向性ですね。なるべくフロント荷重をかけないように。フロント荷重かけると切り込んでしまうという、そうですね。そういう特性がありましたね。そうすると例えば私の大好きなマシンで H1R とかいわゆる川崎のマッハとか、あの辺っていうのは比較的後ろ荷重でずっと来てるじゃないですか。でそれから今時のマシンって CBR とかね、もう本当に今走ってるマシンっていうのは、本当フロント荷重で、もう全体がもうなんていうブレーキングもフロントだけで回れるような、それぐらいの車体になってきて、真ん中辺そうなんです。どちらか当時がですね、やっぱり真ん中、要するにステップを中心にして物事考えてたんですね。これでエンジンアクセルを戻した時点でフロント荷重がかかる。でその前にリアをかけて、そしてフロントかけるっていう、いわゆるお尻を沈めといて前に、そういう乗り方が通常だったんですよね。ですからそれのもっと極端な乗り方がNS500 じゃないかなというふうに思いますね。またフレームもアルミで、こちらにねちょっと写真があるんですけど、もうフロントのネックなんかもがっちりしてますよね。そうなんです。とにかく硬いぞっていうイメージが。そうなんです、フロントはしっかりしてますただ要するに今言ったようにそのスピードと、それからフロント荷重に入っていくとどうしてもフロント16インチということで内側に切り込んでしまうという、やっぱイメージ通りですよね。
そうなんですよ。見た目のイメージでも、もう後ろのタイヤが極端に大きくて前が小さいのでキュッと入りそうですよね。そうなんです。そのままなんだ。そのままなんです。ですからそこをうまくそのコントロールできるのはリアブレーキをうまく使い、そして、フロントはなるべくその滑らすような感じで残しながら全体にこう入っていくような。そうです。全体的にスピードを落としていくような、そういう乗り方ですね。そうするとこういわゆるイメージするのが、S 字の高速系からフルブレーキング S 字のコーナーなんていうと嫌ですね。ただね、アクセルは開けてる状態ならば全然問題ないんですよ。後ろに荷重がいってるから。そうなんです。ですから逆に言うと開けてる時にコーナリングは楽なんです。フロントが小さい分小回りが利くような高速コーナーみたいな。そうなんです。それが要するに乗り慣れてくれば、そういう乗り方ができるんですよね。外にこうなんか逃げていきそうなイメージもあるんですけど、そうなんですか？フロントがこう高速にやっていくとポンポンポンとこう。やっぱりフロントが逃げるんじゃなくて開けてればリア荷重になってますから、多少は浮いてますよね。そっか、もともとが接地力がそうなんですよね。でそれのエンジン特性なんですよ、逆に言うと。3気筒で低中速が2ストロークだし、そういう感じなんですか。もうじゃあ宋さんがこのマシンで、今の話の冒頭にありましたとにかく乗り方に困った悩んだってことです。お手本になるものってやっぱりスペンサー。そうですね。スペンサーの乗り方をある練習走行の時にですね、鈴鹿で1コーナーの入りを彼のどうしても見てやりたい、一度見たいっていうことで、後ろすぐ彼が出て後ろついて横に並んで見た時にですね、彼が入り口の時にクラッチを切って走っていったということですね。要するにG をフリーにしてたということですね。フロント荷重でもなければリア荷重でもない、そういう乗り方でコーナー、それでしたらもうマシンはもう自由に扱いますから、そしてその2コーナーのところまで行った時にはもうギアが合ってると。ですから音が消えてパーンと開けていくという。それまでカーッといってコーナー直前でクラッチ切っちゃうからストールしたような状態ですね。そうですね。そうです。ですよね。でスーッと曲がってまたパーンと。そうです。だからもうその時点ではもうギアが合ってるんですよね。2速落としたりしてて、その立ち上げのギアの時にはもう合ってるという。もうクラッチが切れちゃってる。外から聞いてる分にはギア変えてるとか落としてるとか分からない。でも実は変えてる。変えてるという。そういう乗り方をしてましたね。違うんですね。全然違いますね。だからやっぱりバイクのフロント G とリア G と中心地とっていうのを彼はしっかり分かってるってことですよね。頭でなくて体で覚えちゃうんですよね。そう、体で覚えてたってことですね。ですからそれはやっぱりダートからの走りですね。それと微妙なリアブレーキの使い方、これがもう本当に素晴らしかったですね。まさしくじゃあダートトラックですもんね。フロントブレーキないですもんね、あれ。そうなんですよ。そうすると加速減速と。そうなんです。それであとはもうラインが決まれば開けていくだけです。そういう乗り方ですね。やっぱりモトクロスをはじめとするいわゆるオフロードからそういうのを体で知らないうちに覚えて。そうですね。特にダートの場合ですと、それなりのスピードが出てるわけですよ、コーナーで。私はモトクロスから上がりましたけど、ダートというのはもっとスピード出てるわけですよね。そのエンジンがもう750だとか、1000近くのエンジンでコーナーを横向いて走っていくっていう乗り方ですから、特にリアブレーキの微妙な使い方が彼は天才だったんじゃないかなと思います。リアブレーキがうまく使えるってことは、いわゆるスライドさせることもグリップさせることもできる。そうです。でグリップしたらアクセル開けるっていう。それで方向性も、短距離っていうか内側にマシンを向けることも可能だし、ですからリアタイヤがどんどん太くなっていっちゃう、なっていくという、そういう過程ですよね。マシン滑らして方向を内側に向けられるという。じゃあ実際その走りをスペンサーの走りをもう本当
すごく特等席で見られたわけじゃないですかもう見事な特等席で、誰もが知らないところから見てるわけです、実際それを宋さんが、おっと思って、まずそこの着目できる眼力っていうのに対してすごい敬服するんですけど、すぐに真似できるものなんですか？いや、ですからすぐはできないですよね、だから逆に私の場合はリアブレーキをうまく使わなきゃいけないっていうことが、そこで勉強が分かったんですね、もっとリアブレーキを、細かく微妙に使いこなさないと乗れないということですよね。私らみたいな一般の人間に言わせると、ダートもしくはモトクロスってもともとが滑る環境でのレースじゃないですか、そうですね。オンロードって滑らすのが怖いっていう意識もあるんですよ、僕らの場合、そこに持ってきてコーナリング中にアクセルオフだけでも怖いのに、ブレーキをかけて、さらにスライドを意図的にして、で決めたラインに乗せていくってのはやっぱりすごい。そうなんですよ。要するに意図的にっていうか意識的にスライドさせる分には全然怖くないんですよ。まあそうかもしれないね。ストーンできるんで。例えば後ろから見てると、いやリアがね、20センチから30センチ滑ってましたねって、これは意図的に滑らしてるから別に問題ない。予定の行動っていうこと。そうですよ。それで方向を変えてるんだよと、なるほど。ヘッドをね、逆にリアを流して、早く立ち上がりの方へ持っていくっていう乗り方をしてるっていうことですね。そうか、自分で意図してるから予定の行動なんで、もう事前にこうなるって予測した通りの動きだから、むしろ怖いってことはない。なるほど。ですからそういう乗り方がフレディの場合はもう意図的に自由にコントロールができてたっていうライダーですね。ですからアクセルワークもうまい、リアブレーキのその微妙な使い方もうまい、そしてコントロールですね、クラッチの使い方もうまい、そういうふうな形で見ればこういうマシンが出来上がってきたっていうのも納得いきますね。渡辺さんがやはり私も先立筑波でいろいろお話しさせていただいたんですが、渡辺さんはとにかく乗り手の話をよく聞く、そしてマシンを作り上げる、確かにその通りなんですね。なるほど。渡辺さんはもうこういうマシンを設計する、もしくはPL の方と LPL の方と打ち合わせをするなんていう時には、まずこのマシンが何をするべきかっていう、まず性能を設計する、それに対して馬力がこうだとか使う部品がどうだこうだとかというものを後でパーツとしていいものを作っていくっていう、まずこの頂点に向かってる矢印をまず決めないといけないと、常々言われてますよね。いや本当にねその通りですね。ですから私意外と古くからやってましてね、やっぱりスズキというメーカーにずっと開発を訪ねていましたが、その乗り手のその話をよく聞いて乗り手に合わせたマシンを作るというのは本当にそうですね、多分80年に入ってからじゃないかなと思いますね。それまではどちらかというと作ったもんなんとかしなさいっていう、そうだから逆に言うと乗り手がそのマシンに合わせるというそういうふうな形が多かったかなと思いますね。そうすると多分年代的に昔はある程度なんて言うんでしょう、性能、例えば馬力だったりトルクだったりっていうものがあって、それを徐々に組み上げていってこの車体ができました、それを上手に乗ってねっていうレーサーの方へのプレゼンですから、その中で多少ですね、いやここがこうだ、ああだっていう形でですね、その基本設計そのもののは変わらないんですよ。あとはセットアップなんですね。セッティングね。セットアップに入っていくわけですね。足回りがこうだ、そのステップの位置をもうちょっとこういうふうにしてくれとか、そういうふうな形でマシン作りっていうのが入ってましたね。そうすると多分ですけど、先ほど冒頭のお話でアルミフレーム、多分これ相当初期のアルミですもん、最初って言っても過言じゃないぐらい、そうするともうとにかくどこを硬くするとかしなるとか、そういうことがまだ確立してない時ですよね。でそこから今度例えば宋さんみたいな乗り屋さんからこれ硬いよとか、コーナーで寄れないよとか、
また足回りが弱いよとか、はい、そういう情報が入ってきて徐々にセットアップに詰まってくる。その時の一番スタートなんですね。そうなんですね。ですから多分そのフレディの場合、このNS の場合はですね、はい、どんどんリアが太くなり、はい、フロントもどんどんタイヤが太くなる、はい、というふうな形になってきた。要するにどこで逃がすんだろう、フレームの硬さを、はいはい、なるほど、刺すとタイヤだ、はい、という形に変わってきたわけですよね。タイヤも煮詰まってきてるし。そうですね。本田さんとしてももうこのアルミフレームを採用するっていうのは一つの大英断だったと思うし、はい、一説、渡辺さんにお聞きした情報ですけど、モトクロスチームがね、はいはい、なんかだいぶセットアップというか、設計に、そうですね、動いてくれたっていう話だったんで、そうですね、フレームそのものはモトクロスの方の設計さんがいろいろね、やってって聞きましたけどね。はい、そうですか。でも渡辺さんの話を聞いて素晴らしい人ですよね。やはりもうホンダだからこそって逆に言いたいぐらいな感じですね。あれだけ今までヤマハにしろスズキにしろ川崎にしろずっと2サイクルで70年代を得てきてマシン作りをやってきたわけですよね。そして80年代に入ってそれほど2サイクルのマシンに対して500に対して、そのデータ的なものっていうのがなく、そうですよね、ないんですよ。10年間他のメーカーはずっと開発してきてるんです。できてますもんね。ヤマハにしろスズキにしろ川崎にしろ。確かこのエンジンも一番最初は 160cc ぐらいの、単気筒でもって動かし始めていろんな性能設計をしていったっていう、それでできたバイクですからね。素晴らしいですよね。そういう面でやっぱりさすがだなというふうに思いますね。でさらに驚くのはこの NS500 というものが、設計開始から実践投入までほぼ1年。そうなんですよ。短期間で、それでなおかつ世界一に取っちゃうっていうね。そうですよね。いや、それはね、もう本当にね、もう見事っていう言葉しかないですね。ですね。で結局このマシンのおかげで、一般の人は RS500 に乗る、いわゆるこれの、市販版ですよね。NS500 の市販版 RS に実際に乗って、サーキットを走ることができたわけだし、そしてこれによって今度 NSR500 に発展するわけですもんね。そうなんですよね。やっぱり性能がポンポンポンと上がっていってるっていう、確実に上がっていっているそうですね、っていう感じですね。それでこの3気筒っていうのはものすごい乗りやすいエンジンなんですよ。それ意外ですよね。だからそれがね、もう私もね、びっくりしたんですよ。それでエンジンの指導性はいいし、ですから私が暁の頂点できるね言われるたのも、やっぱりスタートからエンジン始動が良くて、ポーンと出ていくんですよね。ロケットスタートっていう形ですけども、それがやりやすかったんですね。エンジン、そうなんです。それもね、本当に1歩2歩行く前ぐらいでエンジンがかかっちゃうんです。そうか。そうすると1234よいしょじゃないんですね。じゃないんです。じゃあその時はもうはるか前に行っちゃって。もうはるか前に。だから大体がもう当時これ乗った時は私も33、34、もう30過ぎでベテランのに入ってましたけど、やっぱりですね、筑波なんか30周、ちょっとしんどいわけですよ、正直な話。そうするとどこでね稼ぐかっつったら、そういう頭に出ちゃう、頭に出る、頭にとにかく出る、これでとにかく1周目からぶっちぎる、ハンデをもらう、そういう走り方を、先方がやりやすい、そういう作戦っていうかね、乗り方、それには本当に合ってましたね、このマシンは。正直最初のお話のこのフレームに対して切り込みがやっぱり怖かったとかっていう話があります。そして今のお話のように筑波サーキットでもうある程度体にも慣れてきてっていうのはあると思うんですけど、実際に筑波サーキットって狭くてね、
で2キロのコース、先ほどの話30周、はい、もう右へ左のコーナーがいっぱい、そこにこの16インチ、なんか自分の今日のこの収録の中で、すごい大変なんだなっていうのが。そうですね、ですから私も1年で、1年かからず半年ぐらいでそれを全部工夫しながら、まあそこそこ乗り方を乗りこなせるようになりましたよね。まあ自分で言うのもあれですけども。ということは、その宋さんが1年間で身につけた技術みたいなものを、多分一般の方が RS500 で同じように体験するんでしょうね、このフロント16インチがつながってるということは。だからやっぱりその最初は日本のライダーっていうか、特にそういうオフをやってこない、いきなりロードの人たちっていうのはびっくりするんです。その200キロとかね、そのスピードで切り込むんですから。だから私も正直な話、筑波サーキットの最終で1回飛んだんですよ、転んだことがあるんですよ、経験で。でその時はやっぱりそのリアブレーキがあまりうまく使えなかったということが原因で、寝かし込んだ瞬間に切り込んで、そのまま最終ですか、最終で飛んだことがあります。なんかちょっとしたまあその乗り方で、そういうふうに切り込むという初めての現象ですね、そのやってきた中で。怖いでも乗り方に合わせれば、とても素直に走っていく。やっぱそういう時代にもう突入した生き証人的な車なんでしょうね、きっと。そうですね。いやでも楽しいお話。最後になりますけど、宋さん NS500、RS500 も含めてなんですけど、最後のご経歴がホンダの中でも本社契約モーターレギュレーション推進本部ということで、藤沢さんもそうだと思うんですけど、最終的には一般の方にホンダのいろんなものを普及活動する部署ですね。そうですね。でその中にはいわゆるだから F1 でステッカーを作ってみたり、いろんなこうウェアとか、そうですね。中で宋さんはこのマシンに乗ったということじゃないですか。相当幅の広い部署だったんですね、やることが。そうですね。私がたまたまその鈴木ずっと過去10年ほどレースをやってきてますので、本社の本部長としてもですね、私の希望を受けてくれまして、すごいことですよね。いやもうあれだけの会社私今も思うんですけど、本部長にはもう大変お世話になって、なんか今じゃありえないんじゃないかっていうぐらいそうですよね。でモーターレクリエーション推進本部っていう仕事はですね、やっぱり全国、その土浦浦、北海道から、九州、サーキットが新しくできれば、そちらの視点から、その地方のライダーたちを大体200人から300人ぐらい集まって、で私と当時は小林大選手でしたかな、250の、一緒に行ってサイン会とか、あとはライディングスクールだとか、それで一緒にそのサーキットを走ったりとか、アドバイスしたりとか、そういう普及活動をメインとして行ってきましたね。やっぱり先ほど幅が広いって僕も言ったんですけど、本当に何て言うんでしょう、本来レースっていうのが販売と直結した年代だから、むしろできたんでしょうね。ガチガチのレースっていうのは HRC に任せてきゃいいんじゃないっていう感じですね。トータルホンダとしてはやっぱりお客様にサービス、また1台でも多くホンダを買ってもらいたい、そういった一つのそのサービス的な部分として、ライダーが全国に行って、そのレーシングスクールとか、また直接話してアドバイスをしたりとかっていうその復旧的な形ですね。現場の一番そうですね、もう一番我々一般の人間に近いところのそうですね。ですよね。ですからそういうことまで考えてたっていうことですよね。やっぱりさすがですよね。そうですね。
いやでも楽しかったですよ。いいお勉強させてもらいましたなんかいろんなこう秘話まで出てきちゃって本当ありがとうございました。またちょっとうちのチャンネルにもまた出演をお願いいたします。よかったら高評価チャンネル登録ぜひお願いいたします。今日はこの辺でありがとうございました。